はい、こんにちは。稲妻ギミックです。数年前にですね、僕は iPad1 枚だけを持ち歩いて日本中を旅するっていうことを2年半ぐらい続けていたんですけど、iPad1 枚だけでね、フルリモートでね、働けるようになったっていうことがきっかけで、それでね、どこに住んでても本当に iPad1 枚だけで仕事が完結するのかっていうことを、ある意味実証するためのね、旅でもあり、で、これまであんまり旅をね、してこなかった人生だったのもあったので、半分観光もね、兼ねて2年半ね、旅を続けてたんですけども、そのね、僕が iPad1 枚で2年半旅を続けてたことで、いろいろ外部接続機器であったりね、周辺のいろんなグッズですよね。っていうものを、これは持っていった方がいいでしょっていう厳選した、11選っていうのをね、今回は紹介したいなと思います。旅っていうのはね、やはりあれもこれも持っていけるわけではないので、いろいろね、ガジェット系の YouTuber さんがこう紹介しているものとか、ね、便利なものってたくさんあるんですけども、それを全部ね、リュックに詰めて持ち歩くわけにはいかないっていうことでね、いかにね、作業が効率的に進行できる必要最低限のものを持ち歩くかっていうことがね、結構重要になるんですけども、その中から厳選したね、11個のアイテムっていうのをね、紹介していきたいと思いますので、ぜひね、皆さんも iPad だけでいろんなね、拠点を転々としながら、旅をしながら仕事をしたいという方はね、参考にしていただければと思います。それでは早速解説を進めていきましょう。ではまず一つ目ですね。もちろん iPad でございます。iPad は当時僕が旅を始めた時は iPad Pro の第5世代 M1 チップというものを持って旅に出ました。で、2年半の旅の中で特に問題がなかったわけではないんですけども、最終的にね、僕の iPad 今、これは iPad Pro のね、2024年に発売された M4 チップに買い替えたんですけども、動画編集系の作業をね、ずーっとこうやってた時に、僕はちょっと想定外だったんですけど、やはり iPad 本体がすごい熱を帯びてしまって、ディスプレイがね、ところどころ反転ができるみたいなっていう、焼けるみたいなね、現象がポツポツと現れ始めたっていうようなね、これは作業する上ではね、問題はなかったんですけども、ちょっとその2年半、旅をしたからというかはね、普通にその動画編集系のアプリをぶっ続けてね、四六時中触ってたっていうことが、原因だと思うんですけどね、旅中は iPad Pro 第5世代 M1 チップを持ち歩いていました。2つ目、キーボードですね。何か iPad で事務作業をするときにはもう必ず、いるものですよね。僕はこのロジクール K380 の型番のものを持ち歩いていました。これ実はもう4代目か5代目ぐらいなんですけど、同じものを買い替えてねっていうぐらいに2年半の旅中に多分ね 2,3 回買い替えてます。汁こぼして使えなくなったりとか、あとは電気スタンドが倒れてきてボタンが飛んでいったりとか、 iPad のソフトウェアのバージョンアップのタイミングでその多分バージョンソフトウェアと噛み合ってなくて、気をつけないといけないのが、こういう Bluetooth ワイヤレスで接続する系の機器って本体のねソフトウェアのアップデートのタイミングとかで全く使えなくなってしまうみたいなってことがね起こる可能性があって、実際僕もそれで1個何も使えなくなってしまったものがありますっていうような感じで、使えなくなったんですけど、また新しいね同じ型番のやつに買い替えたらまた使えるようになったとかっていう風にねいう感じなので、それぐらい僕はこの K380 愛着がねあるんで、もうこれよりも上位の最新のね型番のものとかも出てるんですけども、未だに僕はずっとこれを使ってます。単4電池2本っていうところだけが少し不満ポイントで、リチウムイオンバッテリーのね充電式とかになったらなおさらよしみたいな感じなんですけどね、それを差し引いてでもねこれがお気に入りで使ってます。はい、では続いて3つ目ですね。3つ目はモバイルバッテリーですね。当時ね、旅出る前からね、持ってたアンカーの 5000mAh ぐらいのね、容量のバッテリーだったので、しかもね、ちょっと出力が弱くて、iPad だとね、もうパーセンテージが増えないんですよ。だからといって、何もチャージされてないわけではなくて、その iPad にモバイルバッテリーの充電ケーブルを挿すと iPad 本体のバッテリーの減りがちょっと遅くなるみたいなっていう延命措置みたいなっていうようなモバイルバッテリーを使ってましたね。
スマホのね、充電はできるけど、iPad の充電は溜まってはいかない。ただ、減るのは遅くなる。みたいなっていう、延命措置用のモバイルバッテリーっていうのを使ってました。今だったらね、もうちょっとそれも買い替えて、もっとね、容量が大きくて、しかも出力が高い、iPad とかも平気で充電できるようなね、ものに買い替えて、ギリギリね、飛行機にもこう持って入れるようなね、ものっていうサイズ感で買い替えました。で、やっぱりね、モバイルバッテリーはね、一番いるかもしれないですね。旅先でどこで充電できるかなんてわからないんで、大阪、東京、名古屋みたいなね、福岡とかっていう風な都市部のところを旅するんだったら、カフェとかね、チェーン店とかがいろいろあって、今ではそういうところで充電できるところをね、見つけることが簡単だと思うんですけど、それ以外のね、結構田舎の地域とか行った時に、いつ充電できるかとかってわからなかったりするので、それはね、結構必需品で持ち歩いてたり、って言ってもね、宿泊先で必ず充電はできたりするので、そこまでは心配してなかったんですけども、一日中に iPad でどっかのカフェに入って作業するってなった時に、やっぱりちょっとローカルな下町のところの個人でやってるね、カフェとかだったらコンセントとか、用意されてなかったりっていうところもね、あったりするので、そういう時とかにはモバイルバッテリー大活躍みたいな感じでね、使ってました。では4つ目、マウス。キーボードよりかはそんなに優先順位は高くないというかね、最悪別にマウスがなくても、作業的にはそんなに困らないというかね、やっぱタッチパネルだからっていうのもね、あるんですけども、ただあった方が作業はかどる、一面もあったりするので、マウスは持ち歩いてました。で、5つ目が SSD メモリ。これはね、USB メモリーとか HDD とか、要は iPad の中にデータを預けておくのではなくて、外部の SSD というメモリーに動画のファイルであったり写真のファイルっていうのを移して、保管しておくことができるものなんですけども、このね SSD っていうのはすごい、コンパクトで、持ち運べるもので、僕はこれですね、サンディスクのAmazon とかでもね、売ってます。サンディスクの、当時は 1TB の容量のものを持ち歩いてましたが、今は 1TB とプラスでこれ 4TB のものですね。これも使ってます。これにね、1TB 入る。で当時 M1 チップの iPad Pro 第5世代も 1TB だったので、もう iPad1 台分のものがここに入るみたいなね、感覚で。特に、動画編集をね、iPad でしてたこともあったので、やっぱりクリエイティブな仕事をする中で、そのクリエイティブなカテゴリーでいくと、デザインとか、イラストとか写真とかね、そういうのと比べてみても動画編集という、ものはですね、桁違いに iPad の容量を食うぐらいのファイルサイズになるわけですね。なのでもうこういうのはね、必需品ということで、SSD は持ち歩いてました。では続いて6つ目、ポータブル三脚ですね。これはね、手話の三脚なんですけど、手話ってオーディオ機器系で結構有名な、特にマイクとかですね、有名なブランドなんですけど、Vlog 用のマイクを買った時に付属で付いてたものって感じで、そのまま使ってるって感じなんですけども、なので、めっちゃいい性能なわけではないんですけど、付属品だったから持ち歩いてますみたいなね。で、これを三脚を立てて、クリップにスマホを挟むことで、ビデオチャット会議とかがね、できて、当時は、今もですけども、僕はその動画編集とかイラストを描くクリエイティブな仕事をしながらですね、オンラインビデオチャットで iPad の使い方を教える講座っていうのをね、やってたので、なので全国いろんなところで、講座のね、申し込みがあれば、そのカフェとかに入って、で三脚立てて、で講座をするとかね。どうしてもカフェがないとかっていう時には、公園とかでやったりしたこともありましたっていうような感じで、僕のこの仕事の兼ね合いもあって、このポータブル三脚っていうのはもうめちゃくちゃ必需品でした。で続いて7つ目、マイク。このマイクっていうのは、僕はね、その iPad 講座もやるし、イラスト動画編集もやるし、しかもですね、旅先で自分の YouTube チャンネルをね、更新していかないといけないというミッションがありましたので、行く先々で収録をしないといけなかったわけなんですね。その時に使ってたマイクですね。こちらが手話の
MV プラス 88?MV88 プラスだったっけな、どっちかちょっと忘れましたけど。はい。Vlog 用のね。これを持ち歩いていました。これですね。このマイクです。と、あとはですね、こちらです。Apple のスマホとかね、iPad 買った時に付属でついてくるイヤホンですね。はい。有線のタイプでつながるイヤホンマイクっていうのが僕は結構好きなんですよね。無線でね、こうつなげるタイプってちょっとこう心もとないというか、いまいち全ての自分の全体重を Bluetooth イヤホンマイクに預けることができないというか、ちゃんと自分の声を拾って相手に届けてくれてるのかなみたいな、どれぐらいの音量で相手に届いてるのかなみたいなっていうのが割と不安で、有線の、このイヤホンマイクの方がただ好きっていうだけでね、これを持ち歩いてました。特にね、オンラインのね、ビデオチャットの会議とかでは、これが大活躍でしたね。こちらですね。付属品の白色のイヤホンマイクです。これは今ちょっと iPhone につなげて、充電しながらね、このイヤホンマイクも接続できるケーブルのハブですね。もうちょっとこうひっつけてる状態なんですけど、はい。これを持ち歩いてました。で、続いて8個目はですね、アームですね。これまでに紹介してきたものを説明する際のエピソードにも、もうだんだんチラチラこう出てくるようになってきたんですけども、旅をしながら YouTube の動画を撮影しないといけないっていうね、状況だったので、行く先々のホテルとかその民宿とかね、そういうところである机とかにですね、アームをひっつけて、で、俯瞰カメラ用にね、こうセッティングしてから収録を開始するみたいなっていうようなことをしてたんですけど、ここにある、これですね。こいつを持ち歩いてました。これがね、自分の荷物の中で一番やっぱりコンパクトにできないものっていうか、これ今こう逆の L みたいな感じになってますけど、これを一本の棒みたいな感じで折りたたむことはできるんですけど、短くならないっていうね。なので、ちょっとリーチ長い鉄の棒を持ち歩かないといけないっていうところは、僕の旅の中での一番の荷物は何って聞かれたら、もしかしたらこれだったかもしれないですね。ただこれがない限りはね、ちょっと俯瞰カメラでアプリの解説とかがね、できなかったので、必需品でしたね。そして9個目、こちらです。リングライト。リングでなくてもいいんですけども、はい。ライトですね。これもいろんな場面で、Zoom で自分のオンラインの iPad 講座をやるとき、そして、YouTube の動画を撮影するときですね、に主にこれを使ってました。だいぶハリボテ感がね、このテープぐるぐる巻きみたいな、ちょっといいものを選べなかったので、ケーブルの接続部分がなんか怖いというか、ここなんかよくむき出しになりがちだよねっていうような配線のひっつき方してるんで、何にも壊れたり、まだ配線もちぎれたりしてないんですけど、そうならないように事前にテープぐるぐる巻きにするっていうね、ちょっと見栄えは不細工ですけど、これ自体をなんかね、別に YouTube の動画で映すわけでも何でもないので、なので多少不細工ですけどもね、このリングライトも持ち歩いていました。そして10個目はですね、iPad スタンドですね。こちらでございます。iPad で僕は作業をする上で iPad 自体をこうテーブルとかの上に乗せて平置き状態でそれを覗き込むような形で作業するのって結構ね首がねしんどかったりするんですよね。 2,3 時間どころじゃなくても 5,6 時間ぐらい作業したりねすることがほとんどなので毎日ね。なので割と作業環境ですよねっていうのは結構優先順位が高くて、作業環境の中で自分の健康を最低限こう保てる、維持できる方法として、この iPad スタンドを使って、こうですね、こういう風に立てたものに、ここに iPad を置くと。これで自分が作業するときの目線がね、ぐっとこう上がって、で首が疲れなくて済むみたいなっていう風にね、するための対策として、この iPad スタンドを持ち歩いてました。なかなかの重量感で、iPad と同じぐらい、iPad もう1枚持ってるぐらいの重量感なんですよね。なので、必要ない人には必要ないかもしれないんですけども、これはちょっと重たくなってでも自分の作業環境を改善する、高めるためにはちょっと必需品だったかなっていうふうに思っています。なので全然これ持ち歩いてて後悔も何もないですし、未だに僕はこれを使ってます。各地域に行った時に販売しているいろんなステッカーを体に刻むタトゥーのようにですね、はい、ペタペタとね、
貼り付けてます。スポンサーさんの紹介みたいな感じになりますけども、はい。これ、北海道の帯広に行った時の、ホリエモンさんがやってるロケット事業のシールです。ステッカーです。たまたま見つけて買いました。で、これはね、東京23区内にある銭湯をスタンプラリーで20箇所ぐらい回ればいろんな記念品もらえますよみたいなっていうのに、たまたま僕もその当時うろうろしてたので、これはなんか旅でいろんなところをうろうろしているスタイルにとっては、このいろんな地域の銭湯に行くってめっちゃ有利な立場じゃんっていうふうに思って、で参加してもらったステッカーです。T シャツとかタオルとかもね、もらったんですけども。あとはちょっと見えにくいですが、これはですね、ほぼほぼ見えないんですけど、この辺りにビールの形をした、ここにね、トキって言ってね、新潟の佐渡市に行った時ですね、に買ったステッカーです。はい、トキの赤い顔の部分がここにちっちゃく見えてるんですけども、ほぼほぼカメラでは見えないと思います。ここは和歌山のね、勝浦。那智勝浦っていうところに行った時に、イケてるピザ屋さんがあってですね、そこのオーナーさんデザインしたステッカーですね。キッチンニコリっていうね、ピザ屋さんです。はい、今はちょっとロゴがね、変わってるっぽいんですけども、はい、当時もらいましたと。などなどですね。自分が旅をした時になんかステッカーとかね、見つけた時にどんどんここに貼っていくことで自分のなんか記念撮影よりね、こういうステッカーを見つけてどんどん貼っていくっていう方が僕はね、好きだったりしたんで、人によってはね、なんか汚く見えたりするかもしれないですけどね。はい。すごい愛着のある iPad スタンドですと。そして、いよいよ最後の11個目がですね、これまでの10個目は、予想もできるでしょうし、これですって紹介されて、なるほどねって納得できると思うんですけども、最後もね、実は作業環境シリーズなんですよね。こちらです。はい。最後の11個目はクッションですね。はい。意外ですよね、最後にして。はい。外部接続キーボードとか、マウスパッドとか、モバイルバッテリーみたいな、もうガジェット好きな人が食いつくようないろんなアイテムの話で、一番最後にクッションっていうね。っていうのも、これ全然何もふざけてなくて、冗談でも何でもなくて、どちらかというともうこれが一番だと思えるぐらいですね、大事でした。携帯用のクッションですね。もちろん自分がね iPad でいろんなところを旅するわけなので、仕事場を選べないわけなんですよ。なんなら仕事場は選べるけども、椅子の硬さとかふかふかなのか、どれぐらいの椅子の高さなのかとかね、硬さの高いとか硬いのかっていうのがね、要は結構そこはガチャ要素だったので、場所によってはめちゃくちゃ硬い椅子だったりもするわけですよね。某大手スターホニャララバックスさんはですね、結構椅子硬いですよね。で、あとは某米田ホニャララコーヒーさんはめちゃくちゃふかふかなソファーだったりするとかね、あったりして、で、やっぱり硬い椅子のところで3、4時間作業するってきますよね、結構。で、肩とかね、やっぱ首に結構くるんで、長時間に作業すればするほどやっぱ体がガタつくな感じてたので、そこでですね、このクッション1枚を引いて座ってるだけでも全然違いましたね。これね、Amazon で友達に勧められてね、もちぷにクッションっていうね、可愛らしい名前のクッションなんですけども、これをね、座布団として持ち歩いてました。中がね、ジェルになってるんですよね。ジェルタイプのモチプに自分の体の体重を分散させるみたいなね、クッション、人間工学のうんたらかんたらみたいな、なんか蜂の巣をなんか素材にしたみたいな見栄えのねやつとかもいろいろ売ってますけども、はい、僕はこのジェルタイプのねクッションを持ち歩いていました。それぐらいね、やっぱ自分の作業環境っていうのは大事にしてましたね。旅をするからこそ、体にガタが来て、もうこれ以上なんか作業したくないって言って、2、3ヶ月ぐらいで旅を諦めてしまうみたいなっていうことだけはね、ちょっと避けたかったので、もうなんか、もともとね、2年半で大阪の方に帰ってきましたけども、1年経った後に、この感覚ならもう何年でも旅しながら生活できるわって自分で悟ったぐらいに、こういうね、いろんな工夫しながらね、自分の作業環境とかを改善していきながら、旅をしてたので、旅をしながら、観光しながら仕事しながら生活みたいなね。だから、結果としてはね、今これ紹介したものを持ち歩いていて、本当に正解だったなっていうふうに思ってます。
ということで、いかがだったでしょうか。僕が iPad1 枚で旅を出た時に、一緒に持っていった必需品11選っていうのをね、紹介させてもらいました。実際に2年半旅したからこそ、これがね、1週間旅した程度だったら、出てこなかったアイテムとかもね、もしかしたらあったかもしれないんですけども、2年半ってもうガチレベルっていうかね、旅がもう自分の生活にもう順応して溶け込んでる状態まで行ってたので、そこで、その段階でしか見えない必需品とかね、その段階でしか必要だと思わないアイテムみたいなのとかもね、結構あったりすると思うので、そういった観点からするとね、僕のこの2年半の経験を経て、今回紹介したものっていうのがね、洗練された11選であるということがね、伝わったかなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上となります。今回のテーマに関しての感想と質問があればコメント欄の方にお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。稲造ギミックの YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございました。数年前からですね、iPad Gym という iPad を日常的にもっと活用していきたいという方とか、iPad をもっとクリエイティブにね、使いこなしたいっていう方に向けのね、コミュニティというのを開始しておりまして、コミュニティ内で閲覧できる専用のサイトでは、300本以上のね、解説動画を用意していたり、またはね、メンバーの方の質問ベースで、不定期ではありますけども、定例会などをね、行って、講座を開いたり、勉強会をしたりってことを行っております。で、僕がね、iPad だけで仕事をしているからこそ、僕のように iPad で培ったスキルを何かしら仕事として活かしていきたいとかね、いう方にね、向けたアドバイスやサポート等も行っております。ぜひね、気になる方はですね、動画のね、概要欄の方を見てチェックしてみてください。ぜひ皆様のご参加お待ちしております。それでは引き続き YouTube チャンネルでの iPad 講座もね、チャンネル登録していただいて、次回の動画もご視聴ください。